崩壊キャラ解説花火編。こんにちは、コバトーンです。崩壊サードと崩壊スターレールのコラボが開始になりましたね。花火がきっかけでサードを始めたプレイヤーも多いと思うので、花火の使い方をざっくり解説していきます。崩壊サードはキャラ説明が非常に難解なので、この動画で大まかな特徴をつかんでもらえばより楽しめるはず。では早速行ってみましょう。ゲーム内チュートリアルをやっておこう。崩壊サードには結構便利なチュートリアル機能があります。花火を手に入れたらまずはそれをやっておくと大まかな使い方がわかるはずです。ただ、原神やスターレールと同じようにバフの名前などが難しいので、適度に読み飛ばしつつやるといいでしょうね。ボタン操作や他キャラとの連携方法が学べるので、気になるキャラがいたらいくつかやってみると理解が深まります。入り方はそれぞれのキャラ選択画面の上部からチュートリアルを押せば OK。クリアするとガチャ石ももらえるのでぜひやっておきたいですね。ちなみに初期キャラはチュートリアル機能がなかったりするので頭の隅に覚えておきましょう。一応この後の話は花火のチュートリアルを終えた知識があるくらいの感じでお伝えするので、もしまだチュートリアルをプレイしていない場合はやってから聞くとより理解できると思います。花火の大まかな特徴。簡単に花火の特徴をまとめると次のようなポイントがあります。燃焼系ダメージと共鳴系ダメージを使い分けられる。仲間に燃焼能力を与えられる。バッファーとしてもアタッカーとしても使える。チーム全体の EP を稼ぐことができる。自分を含む仲間の必殺クールタイムを短縮できる。まず1日触ってみた大まかな感触をお伝えすると強いです。そして便利。ゲームシステムがよくわからなくても引いておいて後悔することはないでしょう。じゃあ具体的にどこが強いのか、どう使うと長所をさらに活かせるのか解説していきますね。花火はリーダースキルによって使い分けができる。先ほど紹介した特徴の1つ目と2つ目に関する内容からお伝えします。花火は炎属性のキャラなので攻撃は炎属性です。崩壊サードでは物理、炎、氷、雷の4属性があり、敵や環境との相性でダメージが増えたり減ったりする仕様なんですね。攻撃時にダメージ表記が赤っぽいのが炎属性です。物理は白、氷は青、雷は黄色って感じに設定されています。で、これとは別でステータス以上によるダメージも存在します。原神なら感電などで入る持続ダメージ、崩壊スターレールなら撃破後に入る持続ダメージと一緒だと思ってもらえればいいです。たくさん種類はあるのですが、花火は炎キャラが持っている燃焼という持続ダメージを与える性質を持っています。この燃焼というダメージはよくステージギミックや特殊条件として登場するものなんです。例えば現在開催中の超限空間という週替わりのバトルコンテンツでは燃焼環境が採用されています。燃焼環境では敵に燃焼状態を付与できているとダメージが伸びるといった条件があるため、持続的に敵へ燃焼が付与できるキャラを1人は採用したいんですね。まさに花火のようなキャラのことです。実際崩壊サードをプレイしていると意外とこの条件を満たすのが難しかったりするんですよね。例えば花火の少し前に実装された炎キャラあかりはとても強いキャラです。しかし燃焼を付与する能力はありません。炎キャラだからといって必ず燃焼が起こせるわけじゃないんですね。なので燃焼環境で高いダメージを出すためには花火のようなキャラと組んで燃焼をサポートしてもらうといいわけです。そんなわけで花火にとって重要な能力である燃焼ですが、使い方に注意点があります。リーダーにするかどうかで大きく使い方が変わるので意識しておきましょう。崩壊サードではチームセレクトの時に1番として設定されたキャラクターがリーダーになります。リーダーはリーダースキルと呼ばれる能力が有効になり、チーム全体に特定のバフや性能を与えることができます。ところが実は花火のリーダースキルは燃焼をストップさせる効果があるんですね。厳密には燃焼状態になったら即燃焼状態を解除させる性質が付けられています。なので燃焼能力を活かしたい場合、絶対に花火をリーダーにしてはいけません。燃焼状態を有効活用したい場合、花火は2番か3番に設定しましょう。そうすることで燃焼関連の能力を多数使うことができます。花火がリーダーの場合は共鳴攻撃で戦う。花火の大きな特徴である燃焼能力ですが、リーダーにしてしまうと発揮できません。では花火がリーダーの時にはどのような戦い方になるのでしょうか。その答えが共鳴攻撃です。共鳴攻撃とはチームメンバーと連携して行う特殊な攻撃を指します。崩壊サードの第2部から登場した新しい攻撃手段で、第2部以降のキャラクターの数人が持っている強力な攻撃手段です。戦闘に入る時のメンバー選択画面で第2部のキャラクターをリーダーにした上で、さらにコネクターを配置するとアストラルリングという機能が有効になります。このアストラルリングを使った超強力な機能がアストラルバーストです。戦闘中に攻撃を当てたりなどして徐々にエネルギーを貯めていくとアストラルリングが満タンになり使用可能になります。
その時にボタンを押せばカットインが入ってアストラルバースト状態に突入します。アストラルバーストではチームメンバーがそれぞれ持っているアストラルバースト中のみ有効な強化効果が有効化されて全体に大量のバフが乗ります。なのでここぞという時に使うとめちゃくちゃ強い手段なんですね。このアストラルバースト中はキャラの技が一部変化して共鳴攻撃というジャンルの技が使えるようになります。キャラクターによって形式は違うのですが、大まかに言えば共鳴を発生させるためのオブジェクトを置く能力と、そこから衝撃を発生させるための能力がキャラクターごとに設定されていて、それを組み合わせて戦う感じです。花火の場合、無魚という金魚みたいな物体が発生して、それがオブジェクトになります。ゲーム内では海域共鳴の印と呼ばれていますね。さらに花火はアストラルバースト中 HP バーの上に花の印が出るようになります。通常攻撃をすることによってこのポイントを使用してオブジェクトを共鳴させてダメージを入れることができるんですね。別に特別な操作をする必要はなくて、通常攻撃を振るだけで勝手にポイントが使われて共鳴攻撃が発動します。このように花火は一人でも共鳴攻撃を発動させることができるタイプのキャラクターです。しかしさらに他のキャラクターと連携することでもっと強く扱えるようになるんですね。例えばみんな入手することができるヘリアというキャラクターがいます。彼女はアストラルバースト中に武器スキルボタンを押す攻撃を行うと共鳴攻撃ができるオブジェクトを一つ生み出すことができます。この他キャラクターが設置したオブジェクトでも花火は共鳴攻撃を発生させることができるため、合わせて使うとたくさん攻撃ができて非常に強いんです。このように共鳴攻撃が可能なキャラクターと組み合わせることで強く戦うことができるわけですね。そして花火をリーダーにした場合、有効になるスキルは共鳴攻撃を強化するような内容になっているんです。なので花火をリーダーにすると共鳴攻撃が強化され、代わりに燃焼能力はオフになります。逆に花火をリーダー以外に配置すると共鳴攻撃の強化が外され、燃焼能力がオンになります。というわけで花火を使うときはリーダーにするかどうかを意識しましょう。必殺も使い分けができる。花火の特徴として必殺技も特徴的です。発動すると自分を強化するか仲間を強化するか選べる仕様になっていて、こちらも使い分けが可能になっています。まず自分を強化した場合、敵の重ね合わせというバリアを破壊した上で大量の炎ダメージを与え、さらに自分の必殺技のクールタイムを10秒短縮できます。重ね合わせというのは量子タイプの敵が持っている特殊な防御バフで、特定の行動によって破壊しないとダメージの通りが悪くなります。だいたい青っぽい敵は量子タイプですね。重ね合わせが破壊されると白っぽい状態になり、ダメージが入りやすくなります。重ね合わせは何重も持っている場合があり、敵 HP の下に点が表示されているので、それで重数を確認しましょう。だいたい量子キャラは必殺発動時に一重破壊できることが多いので、とりあえず必殺をバンバンぶつけるくらいの感覚でもいいでしょう。次に仲間を強化した場合、大量の燃焼関連のバフを仲間に付与します。さらに花火自身の必殺クールタイムマイナス5秒、強化した味方の必殺クールタイムマイナス6秒、しかも必殺を打つためのポイントである EP を回復させます。要するに手軽に必殺が使えるようになり、それによって燃焼が付与できるようになるといった塩梅ですね。ここでの説明文がめっちゃ複雑なので、要点をかいつまんで強く使うためのポイントにまとめて紹介すると、強化された味方は必殺を使うと燃焼を一気に与えられる。有利属性だとダメージがアップする。元素耐性貫通状態があるとさらに燃焼効率とダメージアップ、さらに必殺の威力も上がる。アストラルバーストを使わないとき、さらに燃焼が強化されるといった特徴があります。これらを満たしながら運用すると強く使えるわけですね。ちょっと初見の単語もあると思うので合わせて解説しておきましょう。有利属性というのはキャラ相性のことです。先ほどの炎や氷といった攻撃の属性とは別にキャラそのもののタイプ相性があるんですね。こちらの図のような関係になっています。生物、機械、異能という3すくみの関係の他に量子、虚数、星屑という属性もありますね。量子、虚数、星屑は同じ属性をぶつければいいだけなので、実はそんなに複雑な話ではありません。まあやりながら覚えればいいものです。プレイしていればなんとなく覚えられるので安心してください。元素耐性貫通状態とは特定のキャラが付与できるバフです。具体的にはセルマ、ビタ、真理の律者、雲木単身などが持っています。名前の通り元素ダメージが通りやすくなるバフなので強力ですね。以上のことから花火に強化してもらったキャラはどのように行動するのがベストかというと、敵に対して有利属性キャラにする。アストラルバーストは使わない。花火必殺の後すぐに自分の必殺を発動する。可能なら元素耐性貫通バフをもらっておくという感じになります。上記の条件を満たすキャラで最適な存在はやはりビタですね。
ビタはリーダーに設定していれば味方の炎、氷、雷キャラへ勝手に元素耐性貫通を発動してくれるので、特に複雑な操作なしで強く扱えます。真理の律者と雲木炭心は必殺技で元素耐性貫通を付与するため、花火の必殺より前に必殺を打っておく立ち回りになるでしょう。というのも、花火に強化してもらったキャラは必殺クールタイムが短縮されてエネルギー補助もしてもらえるため、バフをもらえている時間内に必殺が2回打てるケースが多いです。例えばあかりさんであれば必殺のクールタイムはもともとが18秒です。花火のバフは15秒持続、クールタイム短縮が6秒のため12秒となり、2回打てる計算になるわけですね。出場中はガンガン殴り続けた方がいいため、前もって元素耐性貫通バフを打っておく方がいいです。例えば真理の律者は元素耐性貫通バフの持続が16秒のため時間的にもちょうどいいです。なので具体的にはこうなります。真理の律者で必殺を打つ、即花火に交代して必殺発動、明かりに必殺適用、即明かりの必殺発動、しばらく殴り続けて必殺技クールタイムでもう一度必殺技発動という動きになるでしょう。元素耐性貫通を持っているキャラは少ないので、持っていなければ無視してもいいです。それでも十分強いですからね。大切なポイントは、花火で支援した味方は出場したら即必殺発動することです。それによって2回必殺が出せるので、そこだけ意識すれば強く使えるでしょう。粉々にしてやる。私の番、祈るがいい。この光が全てを焼き尽くす。花火は EP を配れる。花火はゲージを貯めて通常攻撃ボタンを長押しすることで特殊な分岐攻撃を出せます。花火を投げる技と金魚に乗る技があるのですが、どちらも味方に必殺技に必要なエネルギーを配布できます。さらに武器スキルで出すことのできる分岐攻撃はさらにエネルギーを回復してくれるので、ガンガン狙っていきましょう。他のゲームと同様に基本的に必殺技をたくさん打った方が強いと考えていいです。ここまで紹介してきた花火の特徴と合わせても分かる通り、花火は自分も味方もとにかく必殺技をたくさん打てるようにしてくれるキャラクターです。それだけでもシンプルに強いので、花火を使う際は分岐攻撃をたくさん出すこと、それによって必殺技をたくさん発動することを意識するといいでしょう。まとめ以上です。最後にもう一度花火の特徴をまとめていきましょう。花火はリーダースキルによって共鳴攻撃タイプか燃焼タイプかを選択できる。花火は必殺技で強化する相手によって立ち回りを変化させられる。チーム全体の必殺技回数を稼げる能力なので、たくさん必殺技を打ちたいというところになるでしょう。さらにもう少し具体的に整理しておくと次のようになります。花火をリーダーとして設定するときは共鳴攻撃を主体として戦うスタイルになります。そのためアストラルバーストをたくさん打つスタイルになるでしょう。怪奇共鳴の能力を持ったキャラと組み合わせてたくさん共鳴攻撃が打てるようにするといい感じです。燃焼を使って戦いたい場合は花火をリーダー以外に設定しましょう。元素耐性貫通キャラ、花火、炎アタッカーで編成するといい感じです。アストラルバーストは使用せず元素耐性貫通バフを付与し、花火の必殺で炎アタッカーを強化して炎アタッカーの必殺を2回打てるように立ち回りましょう。アストラルバーストを使う場合はほんの少し燃焼性能が下がります。しかしそもそもアストラルバーストがめちゃくちゃ強いので気にしないで大丈夫な場合がほとんどでしょう。その場合も必殺技によるクールタイム短縮がどのキャラにとってもありがたいので、メインで立ち回らせたいキャラの直前に出して必殺を打ってサポートしてあげるといいでしょうね。もちろん花火自身を強化して戦っても OK です。いずれにせよ必殺をたくさんガシガシ打つのが花火の強みなので、バンバン使っていきましょう。まあ雑に言えばリーダースキルにさえ気をつけておけば必殺を打ちまくるだけで強く使えるキャラクターと言えるでしょう。ですが今回紹介したポイントに少し意識を向けるだけでダメージがぐっと伸びるはずです。よかったらちょっとずつ意識して戦ってみてくださいね。それでは今回の情報もあなたが崩壊シリーズを楽しむための一助として参考まで。